松浦です。体のつながりを見ながら歯科医師をやっております。噛み合わせと体のつながりをしっかりと見始めて20数年になりますけれども、歯科医師の先生方で噛み合わせは触っちゃいけないとか削っちゃいけないとかっていう先生が一定数いるんですね。結構多くいると思います。でその先生方が何をするかというと、噛み合わせを触らずに問題をどう解決するかっていうことを掲げてるんだと思うんですけど、僕は正直削らないといけないと思ってます。それはなぜかって言ったら、成長発育と老化っていうものが人間にはあるから。だから合ってる合ってないっていう話っていうのは切り取りの一時代だけの話じゃなくて、変化するものに対しては口の中も影響を受けるので、それに対して対応していかなきゃいけないので、そこは歯科医師としては削るっていう行為をどう持ち込むかっていうことがすごく大事になってくると思うんです。ただ、なぜ削ってはいけないとか噛み合わせを触っちゃいけないっていうのかっていうと、それを触ることによって問題が起きるからですね。その問題っていうのは健康被害かな。体に対してその原因不明のよくわからない症状が生まれることがあるから危ないので、怖いので噛み合わせを触るってことは危険だぞっていうことを言ってるんだと思います。今日は皆さんが知ってる噛み合わせの常識、それから歯科医師が勉強して国家資格を取って身につけている常識っていうのが間違ってますよっていうことを分かりやすく説明しようと思います。噛み合わせをなぜ削っちゃいけないか分かれば削ってもいいと思うんです。分かんないから削っちゃダメなんです。だからどうやったらいいかっていうのの、取っかかりの部分、細かくここ削ったらいいんだっていう話はできないですけど、それをしようかなと思います。まずは患者さんがいい歯医者さんの選び方を教えてくださいって質問してきます。これは歯医者さんに対して不信感があるってことですね。信じきれないっていうことです。歯を削ったら元には戻せないし、歯を削ることによって健康被害が生まれる可能性があるっていうことをよく知ってるからです。僕の患者さんの経営者の方、大きい会社をやられている方とかのその会合みたいな中では、人生におけるハッピー、ラッキーな幸福の中にいい歯医者さんと出会うっていうのがあるらしいです。僕は歯科医師の立場からしてみて、あんまりそれはいい言われ方ではないなと思うので、そこはちゃんと明確になぜそんなことが起こるのかっていうことを知る必要がありますし、で僕もそこの部分にいますから、歯科医師の治療を受けて体調が悪くなった、で誰もわからない、原因不明、分かってもらえない、歯科以外のところに症状が出てるから自分がおかしいとかっていう言われ方をしたりとかして、結構メンタル的にもしんどくなってるっていう患者さんは多くおられます。そういう方々が自分のところには多く来られます。あとはアスリート、自分の思うようなパフォーマンスができなくなっているとか、あとは歌手の方とか、声が思うように出ない、パフォーマンスがうまくできないとか、声優さんとか他のパフォーマンスに関わる職種の方々は、口の機能と体の機能っていうのが調和を失っているんじゃないかっていう考えを持っている人は僕のところに来られていると思います。ということは、歯科医師の考え方っていうのは全身機能との間に調和を失ってるってことですね。調和を失うようなやり方が歯科医師の常識になっているっていうふうに考えてみてもいいかなと思います。で、噛み合わせっていうものが全身機能においてのどういう役割を果たすかっていうと、分かりやすく言ったら頭と首の安定なんですよ。頭と首を安定させる。この頭っていう部分には脳がありますね。それから目があります。目っていうのは視力だけの問題じゃなくて、例えば相手との距離感分かりますし、ティッシュとビー玉とどっちが硬いかっていうのも見ただけで分かりますし、重さも分かるんですね。例えばそのビー玉ポンって投げた時に何百キロもあるとは思わないじゃないですか。何グラムとかがポンとくるっていうのは、それに合わせて体の力感とか作っていきますね。例えば床が見えてるから地震が来たりとかしても足が踏ん張ったりとかできるし、目っていうのはその脳に対しての情報量が圧倒的に多い場所なんですね。顔には他にも耳の中に三半規管と言われる、この僕らは前庭機能とか前庭器官って言いますけど、重要なところ、姿勢を安定させたりとかするのにバランス感覚は重要ですよね。そこの、器官がここにありますとか、呼吸をするのも鼻から口からじゃないですか。頭と首っていうのは生命に関わる場所、制御する重要な場所、歯なんかよりも重要なものがたくさんある場所。歯が一本もないおじいちゃんおばあちゃん別に生きてますから、歯がなくなったからって命がなくなるってことはない、それはないんですよ。ただ頭と首が安定しないっていうのは命に関わるので、
命や健康にすごい大きく関わるので、そこが不安定な場合安定させなきゃいけないので、どうしてもそうなると頭、首、周囲の筋肉とかが緊張を起こしてきて安定させようとする。歯でやれないんだったら他のところでやりますよっていう機能が働くんですね。それが噛み合わせが悪ければ肩こりが起こるとかっていう理由ですよ。噛み合わせっていうものは下顎の動きの中に同期してあるので、下顎っていうのは、頭と首が上を向けば後ろに下がるし、下を向けば下顎は前に出てくるし、横に首かしげればまた違う位置、首回せばまた違う位置っていう風に頭頸部っていう言い方をするんですけど、頭、下顎、首なんですよ。で首って言っても上下で分かる上位頸椎、下位頸椎とかでまた違うんですけど、細かく言っても分かりづらくなるだけなので、首と頭とその間の下顎で必ず変異を伴いながら、動くわけですよ。となると下顎の上にあるこの下の歯ねから上顎についてる上の歯ね、こことの兼ね合いっていうのは頭と首が動けばそこにもたらされる角度とかは変わってくるので、だから歯医者さんが噛み合わせを合わせていくのに、食事をする時に頭を動かさずにご飯食べる人いないじゃないですか。寝て食べる人もいないし、となると歯医者さんがやってることって、はい噛んでカチカチしてギリギリしてって、それ噛み合わせが合ってますね合ってませんねっていうのは、僕からしてみれば何を見てるのかよくわからない。一生懸命見てる先生とかは体を起こして重力のかかり方ちゃんと変えて見てる先生もいると思います。ただ頭と首をしっかり動かしながら角度の変化を見ながら、その見てる先生がいかほどいるかっていうと、さほどいなくなるんじゃないですかね。そこから先にまだ進まなきゃいけない話があって、すごく重要なところなんですけど、人間の体って利き手ってあるじゃないですか。右利き、僕右利きです。利き足もあるし利き目っていうのもあるじゃないですか。右脳左脳っていうふうに役割が分かれてて、空間っていうのもシンメトリーではないんですよ。自分が思ってる真ん中っていうのも空間に対してちゃんと測ると真ん中ってずれてるんですよね。結構皆さん左の方にちょっとずれてる、右の方にずれてるっていうある程度特徴を持ってる。これがもう完全に左側が見えてないっていう人もいる。それも病気ですけど、そういう方々もいる。だからそこの空間っていうものに対してもアシンメトリー性の中で人間は機能している。心臓ってちょっと左に寄ってて、で肝臓っていうのは少し右に寄ってて、そもそも人間っていうのはシンメトリーではないアシンメトリーな動物。アシンメトリー性がなきゃダメだし、アシンメトリー性の構造をしてなきゃアシンメトリー性の機能は作れないので、その中でシンメトリーの動きを求められてとかっていうことをやってる動物です。他の動物もアシンメトリー性を持ってるんですけどね。そして世界の作られ方が無意識に自分たちは生きている中で、例えば自動販売機のコインの入り口は右側にあるし、電車に乗る時とかのパスモとかああいうのも右側にタッチするところがあったりとか、マウスは右側にあったりとか、右利き用に作られてる世界なので、環境にアシンメトリー性がある。環境にアシンメトリー性があると無意識化が全部アシンメトリー性ってことなんですよ。ってことは成長発育老化っていうものも、その人間の変化っていうものもアシンメトリー性の中で成り立っていくんです。でその中に歯科医師は以下と分かれてるじゃないですか。なぜ以下と歯科医師が分かれてるのか。医科っていうのは医療なんですよ。医療からスタートの歴史を持ってるけど、歯科っていうのは基本的には口元の神秘なんですよ。美しさだから昔の人も、口元の美しさっていうのはすごく重要視をしてたんですよ。美しさを作るところからスタートしてるんです。だからシンメトリーベースで考えることが多いんです。それが今でもずっとそうなんです。シンメトリーベースで全てが成り立ってる。全てがっていうのはおかしいかもしれないけど、アシンメトリーベースだとそれって個体によってそれぞれのアシンメトリー性を持ってるわけじゃないですか。姿勢がいい、姿勢が悪いとかで姿勢を規定してやりますけど、姿勢って一律じゃないですね。人間の体がアシンメトリー性でできている中での正しい姿勢っていうのは、その個体の持ってるアシンメトリー性の一番効率よく一番正しく機能できる場所がこの人にとっての一番いい姿勢っていう風になってくるので、形で測るものではないですね。基本的には80歳のおじいちゃんおばあちゃんと20歳のこの姿勢っていうか背筋がまっすぐ伸びてるのがいいだ悪いだって話は一緒にはならないので、それが口の中にも落とし込まれなきゃおかしくなってくるんですよ。まずアシンメトリー性じゃないとおかしい。中でシンメトリーは求められるんです。口元の神秘っていうのがみんな欲しいから。欲しいかどうかなんか知らんけどっていうのが健康ベースで考えた時は優先順位の一番上にボンってくるんですよ。だから機能してなんぼだろう、当然ですよね。
機能しなきゃ呼吸できない、機能しなきゃ、歩けない、機能しなきゃ咀嚼できない、機能しなきゃ嚥下できない、機能しなきゃ目が見えない、機能しなきゃバランス感覚も失われて脳血流もうまくいかないとか、そんなことになったら健康ではいられないから、いくら美しさがあろうが健康でいられない苦痛っていうのは計り知れないので、健康な人ほど美しさの方が優先順位は私は高いんだって言うけど、いざ不健康になったらそんなこと絶対言わないですよ。健康の方が大事です。基本的には機能ベースで考えるべきなんですよ。全身機能と口腔機能が調和してないといけない。それを考えたら口腔機能にアシンメトリー性が生まれるはずなんですよね。で、分かりやすく言えば歯並びっていうのは下顎の動きの中にありますね。で、下顎っていうのは頭頸部の動きの中にある中で、歯っていうのは動く特徴を持ってますね。矯正をしたら歯が動きます。持続的に弱い力をかけていってあげると歯は動くんですよ。歯は動く中で頭頸部の動きが3次元的なんで、顎関節も3次元的に動きますから、だから個体によって3次元的なアシンメトリー性を持つ下顎の動きを持っている中で、弱い力がかかると歯が動く。そしてベロ、舌ですね。舌圧っていうのが内側からかかって外側から唇とかほっぺたとかの表情筋とかがしっかり締め付けるところの力のバランスの整ってるところに歯が並ぶ。だから顎が上に上がってベロが後ろに下がっちゃってる人で、この状態だと後ろの方の圧力は歯並びに対してかかってくるけれど、前の方はかかってこないから、前の方が三角形気味でガタガタになってきたりとか、そういう風な影響の出方をするんですよね。で、舌、ベロは頭、首、下顎の関係性の中で下顎と協調関係を持つので、上を向けば下顎が後ろに下がるのとともにベロも後ろに下がります。下を向けばベロが少し前面出て口の中の屋根にべったりくっついてくる。舌も頭と首との関係性、下顎との関係性を持ち、目の制御を受けます。目を例えば右の方をずっと見ててベロを動かそうと思ったら、どちらかに絶対に動きにくい制限がかかってきます。目と舌、ベロの関係があります。これが全てがアシンメトリー性の中で全員となると、歯並びっていうのはどうですか？ガタガタになってこないですか？ねじれる歯が出てきますね。アシンメトリー性を持ってぐーっとこっち側にずれてるような人とかっていうのはずれるだろうし、それも一律にずれないですね。顎の動きとか3次元的なんで、前とか後ろに下がることも必要ですし、横もあるし、横と前の間の斜めっていうのもあるでしょ。3次元的なんで、とにかく。そうすると出ていくとこ出ていかないとこ、上下の歯の関係、頭と首の関係で、頭側には上顎の歯がついててとかってなると、歯がどうしてもねじれなきゃいけない起点になる2個関節ありますから、絶対ねじれなきゃいけない歯が出てくるんです。となると、歯医者さんはそのねじれてる歯のことを捻転歯って言いますけど、ねじれてますよっていうことですね。ツイストしますよっていう歯。あとは傾いてる歯を傾斜とか言ったりとか、歯の位置がおかしいところを転移とか1異常っていう風な異常事態っていうことで習うんですよ。一般の人たちも歯がガタガタだねとかって言われたらネガティブなこと言われてると思うじゃないですか。綺麗な歯並びだねって言われると褒められてる気分になるし、ガタガタだねって言われたらネガティブな気分になるじゃないですか。ただ今の話の流れでずっといくと、人間ってそもそもガタガタなものなんですよ。ある程度。それじゃ歯周病になっちゃうじゃないっていう、切り取りの視点の違い。歯周病をケアするためには綺麗な歯並びの方がいいよねって話。それはそうなんですよ。見た目は綺麗な歯並びでシンメトリーの方がいいよねって話なんですよ。じゃあ健康で全身との機能をちゃんとその人が踏まえていくためには、歯はねじれてなきゃいけないよねっていう話もあるんです。特に奥の方のねじれ、前歯とかのねじれはある程度綺麗にはできます。だから見た目をいじるときは前の方だけでやれたらそれの方がいい。後ろはあんま動かさない方がいい。僕のところに来られる患者さんっていうのは体調が悪くなってる人が来る。ほとんどの場合ね。そうじゃない人もいるし、アスリートなんてめちゃくちゃ元気だし、別にそれはそれでいいんですけど、体調が悪い人来てくれって言ってるわけじゃなくて、僕も体調がいい人たくさん来てくれた方が気持ち的には楽ですけど、体調が悪くなってした人を救ってあげたいという気持ちは人一倍強くなりますけど、みんな体調が悪くならない方がいいので、他の歯医者さんがこのことを踏まえてくれた方が絶対にいいんですよ。
ただテンプレでは考えられなくなっちゃうんです。人それぞれの3次元的なものが反映されなきゃいけないし、アシンメトリー性がね。それでいて、それが変化していくもの、老化曲線、僕のところは小児はあんまり来ないので、成人とかが体の変容が起こっていく中で歯が影響を受けていくっていうことをどう見切っていくかっていうことを考えなきゃいけないので、その中でアシンメトリー性相当強くて絶対にねじれなきゃいけないこの歯はっていうところに、例えば矯正をこれねじれてるから矯正しましょうとか、それからこの歯もう虫歯だからきれいにするからセラミックにしましょうとかで、めちゃくちゃきれいなシンメトリーベースのものをパンって入れた瞬間に体調おかしくなる。そんなことを歯科医師に責めても、歯科医師はそう習ってないので、ねじれてるのは悪いことだっていうふうに習うので、ただ今の話をずっと聞いてて、それをねじれるようなと思わないですか。歯医者さん向けに少し話をするとしたら、例えば小臼歯とかで、こんな感じで、上顎の小臼歯ってこんな感じですかね。こっち側がほっぺた側、こっち側が、口外側だとして、こっち側がこうだとして、そうするとね、こういう補鉄物っていうかかぶせ物が上がってきた時に、噛み合わせの調整をしてると、横に動かしたりした時に後ろ目に動いて、ここがガーッと削っていかなきゃいけなくなるような歯があるんですよ。全員絶対心当たりあるはず。うわめちゃくちゃ当たる、どこまでも当たるっつって、こんな感じみたいな、こんなになっちゃうじゃんみたいな感じになるんですけど、これ違うんですよ。これはここに頭が来るんですよね。でこれがこう来るんですよ。もともとこの人ここの歯ねじれてなきゃいけないんですよ。捻転してなきゃいけないの。だからここがこう出ていくわけ。違ったりするよ。ここのところはまた違う角度に来たりとかするよ。隣の歯が同じような角度でずっと行くわけではない。だから小臼歯とかの4番5番とかって逆側向いてこういうふうに捻転で来る場合ってケースって絶対多いの。それは顎関節が2つある中での3次元的なアシンメトリー性っていうものを口の中に再現しようと思ったらこれが出てくるの。これをちゃんと見つけてここのところを押さえにいかないと、要は下顎を安定させなきゃいけない。なぜならば頭頸部が安定しないと脳血流うまく上がらないし、目の機能、要は安定した三脚を失ったようなカメラみたいな形になっちゃうし、それバランス感覚の内耳の方の中にある前庭器官、一般的には三半規管の機能とかって言うけど、そのあたりもしっかりと生命維持に必要なところ箇所なので、そこの重要性の高い人間の健康だとか命だとかっていうベースに重要性の高いものに対してのいい環境を備えるのが噛み合わせであって歯科医師の仕事であったりするから、そこの部分に対してアシンメトリー性っていうものをどう再現するかって言ったら、歯はねじれる歯が絶対出てくる。だからこれを悪いものとして捉えるのはもうちょっとやめた方がいいかな。シンメトリーベースにこの角度で入れれば入れるほどおかしな反応が増えていくので、なので単純なね、口の中スキャニングしてデータを送って、それを AI で処理して綺麗な歯並びっていうものを 3D プリンターみたいなものを落とし込んでマウスピースにして、それでマウスピース矯正でさあ皆さんも数ヶ月で綺麗になりますよみたいな歌い文句でやってるなんて悪魔だなと思いますよ。普通に考えてよ。アシンメトリー性の動物に対してアシンメトリー性の環境でアシンメトリー性の空間でその中で変容する生き物の中にシンメトリーベースのものを一律で効率がいいからビジネスで儲かるからっていうことで一気にみんなが飛びついてる。それは確かに歯科医師はドクターじゃないかもしれないけど、患者さんが求めてるのは歯科医師に対して医療を求めてるから、健康でありたいと思ってる。それが美しくなりたいっていう人は確かにそっちの方は浅はかだと思うけど、でもそんなもんだから、健康を失うなんて誰も思ってないし、ただ健康を失った人からしてみたらやっぱ健康一番ですよ。だから機能してなんぼ。だから機能ってことを考えたら、そこの部分を真剣にもう一回考え直す必要があるというか、一回立ち止まって、いいけど経営ベースでそんなセミナーだとか歯科医師がなんだ儲け方の話とかを偉そうになんか YouTube とかの番組出てやってるけど、どう効率化してたくさんの患者をそのオートマチックにその経営ベースで儲かる歯科医院を作っていくかみたいな話を
やってるけど恥ずかしいと思えと思うね。なんかその前にやることあるんだろうと思うし、随分間違った中で進んでいってるんじゃないかなと思うので、一度立ち止まってアシンメトリー性の中で歯科医師がどういうふうな仕事をやっていくのかっていうのをちょっと考え直す時期が来てるんじゃないかなと思うのは、 AI が進歩するのがすごい可能性があるのとともに、一回効率とかビジネスとかそっちの軸でものすごく走ってんのを見てて、健康被害がめちゃくちゃ増えてしまってから間違ってましたねって言ったら、そこにいる人たちは許せないと思うので、僕は自分が20数年やってきてる中で、じゃあ全部分かってて全部お前直しきれてんのかって言われたらそんなことはないんだけど、当然口の中だけで、対処しきれるような問題でなくなってしまってる人もいるし、そうなるとどうしてもチームアプローチ的なものが絶対的に必要になってくるんだけど、偉そうなことを言ってるようで、まあ偉そうかもしれないけど、でも分かりやすくないですか。アシンメトリー性なんですよ。機能はアシンメトリー性、環境もアシンメトリー性、その中にあって、口の中だけ簡単なシンメトリーを持ち込むなんてないですから。歯はねじれる歯もあれば傾斜する歯もあれば、でそういうものが人には必要で、健康のためにということを、別に優秀な人材いっぱいいるんだから、アシンメトリー性の中で培ってきた歯科の治療っていうものをどういうふうに体現していけば一番いいのかっていうのを考えたらいいと思うし、そこから足を背けて物事を先に進めていくっていうのは患者さんにとっていい未来がないんじゃないかなと、ほんと最近よく思います。いや、まあ言いたいことがちょっと溜まっていたのでまとめてみました。